はい、皆さんこんにちは。サコログのサッコです。今回はドジャース観戦後編ということで、大谷翔平選手の二刀流シーンをたっぷりとお届けしたいと思います。前編ではワンチャンデーに潜入して可愛すぎるドジャース犬たちを紹介してみました。まだの方はぜひそちらもチェックしてみてくださいね。はい、そして後編はマウンドに立つ投手大谷選手とバッターボックスに立つ打者大谷選手、しかもこの日は第26号ホームランも飛び出す大盛り上がりの試合でした。それでは後編スタート。さて、私はといえばブルペンで投げ込んでいる大谷君を見てそのままレフトフィールドに移動。もちろんブルペンから歩いていくもんだと思い込んでたら、なんとベンチからマウンドへ出てきた。なんでってな感じで思わず驚っちゃった私です。ということで急いでマウンドが見える位置まで大移動です。そういえば大移動中にふと気づいちゃったんですけど、前からあったのか全然覚えていない青いラインが通路にずっと引かれてて、何これって見てみたら、このラインの内側にはフィールドレベルのチケットを持っている人だけ入れますって書いてありました。はい、そしてこのラインから中に入ろうものならすぐ係員が来てダメよって注意されちゃうので、皆さんうっかり入らないように気をつけてくださいね。さあ、それではプレーボールです。はい、今いるのは三塁側にちょっと近いフィールドレベルのエリア。もちろんさっきの青い線の外側から見てますよ。でもここめちゃくちゃよく見える、なかなかのベスポジです。はい、この角度から撮るカメラの収まりもバッチリ。ではちょっと場所を変えてセンターからライト側の方へ移動してみますよ。移動中に悲鳴音。何事が起きたのかと思ったらベッツがフライをポロリと落としたみたいです。はい、そしてここがセンターからちょい一塁側より、さっきの青いラインの外側から見た景色です。なかなか見応えあるポジションでしょう。はい、大谷君この日は三振2つで無失点のナイスピッチング。恒例の審判からのピッチャーチェックもありましたが、なんだか面白い仕草をしててなんだか可愛い。そうそう、この日は DH で1番バッターだから、まさに早着替えタイムじゃないけどピッチャーからバッターへ変身しなきゃいけないんです。この日はデーゲームでめっちゃ暑かったから、あれだけ投げてすぐに早着替えしてバッターボックスに立つなんてもう汗だくに違いない。それでも平然とこなしてしまう大谷君、やっぱり本当にすごいなって改めて思います。さて、審判からのピッチャーチェックを受けてから準備してバッターボックスに立つまでの時間を測ってみました。なんと約2分。素晴らしい切り替えの速さです。さあ、大谷君1打席目、彼は一発目から打ってくることが多いのでバッターボックスに入ったら目離しちゃいけないですよ。ピッチャーを終えた直後の1回裏の大谷君の打席、もうさすがの人気っぷりで青いライン沿いには人がびっしり集まっています。みんな大谷君の打席を一目見ようと集まっている感じがします。まあそういう私もその一人だけどね。
残念ながら第1打席は三振。でもまだまだこれからです。ということで私はそろそろ自分の席に移動するとします。その前にちょっとチュールのトリーツをいただいて3階席の 2RS まで大移動です。見てください、この屋根。ここが私の席 2RS セクションの T 列なんですけど、ちょうどいい感じに屋根が日陰を作ってくれてて、もう最高の場所になっています。暑い日には本当に助かる場所です。おすすめですよ。大谷君登場でございます。さてこの席からどんな風に見えるかというと、さっきまでいたフィールドレベルをちょうど上から見下ろす感じになっています。実は私この席から見るの結構好きなんです。全体が見渡せるし、正面からゲームを見るから首も疲れない。しかもベンチの中もちらっと見えて、なかなかの観戦ポジションになっています。もちろんフィールドレベルの席ならもっと迫力あるけれど、お値段がね。はい、残念ながら2打席目も三振。そしてベンチの中はこんな風に見えますよ。大谷君はどこにいるかというと、そしてね、今日はなんと珍しく相手ピッチャーがマウンドの状態に不満。急遽グラウンドに整備が入るというハプニングがありました。その間大谷君は2塁にいて、相手チームの選手と談笑中。なんかこういう感じもいいよね。はい、そしてマウンド整備が完了した直後、なんとマックス・マンシーがホームラン。せっかく整備したマウンドだったけど、まさかの逆効果。でもドジャースファンにはありがとうって感じです。これで逆転4対3。これでスタジアムは大盛り上がり、みんな立ち上がって拍手と歓声の嵐です。ドジャースファンは大喜び。そして来ました、満塁で大谷君の登場。待ってました。ホームランと思わず声を出しちゃったんだけど、打ったのはなんとスリーベースヒット。満塁からの走者一掃、めっちゃ気持ちいい。なんと背番号13番マックス・マンシーがまたまたホームラン。そして恒例の種シャワーは大谷君が担当のようです。さあやってまいりました。8回裏、3対11。やってきました、8回裏の大谷君。打った瞬間、場内はどっちってな感じでもやもや感満載のスタジアム。大谷君も2塁で一旦ストップ。ビデオ判定が入り、その間に相手チームの選手と穏やかに雑談。大谷君の周りにはみんな集まってくるんだよね。私も混ざって雑談したい。結果ビデオ判定はホームラン。これで堂々の26号になりました。後で知ったんだけど、このホームランボールを取れなかったお客さん、なんと日本人だったらしい。めっちゃ悔やむ気持ちわかるよ。それでは今日の観戦ポジションをちょっとおさらいしてみましょう。まずドジャースのベンチは三塁側。そして前編で特集したワンチャンデーのワンちゃんたちの席はここライトフィールドのホームラン席でした。大谷君が投げ込み練習していたのは三塁側のブルペン。そしてマウンドに立った大谷君のピッチングを間近で見られる立ち見のベスポジはちょうど4番この辺り。試合によって$200以上するエリアですが、しっかり見たい人にはおすすめです。そして私の今日の席は 2RS セクション。屋根付きなのでデーゲームには超おすすめ。値段は同じく対戦相手にもよりますが、今回は$60ぐらいでした。もしナイターであれば太陽が沈む方向の三塁側が比較的過ごしやすいのでおすすめ度も上がります。でもベンチの中の大谷君も見たいという人はセンターからちょっと一塁側方面に席を取るといいですよ。
ただしフィールドレベルでは見えにくいのでちょっと高めの位置からをおすすめです。今日の最高のゲームの結果は少し点を取られたものの13対7でドジャースが勝利しました。次の大谷君の登板は6月28日ロイヤルズ戦です。残念ながらドジャーススタジアムじゃないけど応援をしますよ。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。